皆さんどうもこんにちは。原田です。原田ハウスの時間がやってまいりました。あれ、今日やけに赤くないって思った人、その通り赤いんです。赤すぎるんです。原田です。赤い原田です。赤い原田っていうとなんか赤いが名字に聞こえてきませんか？はじめまして、赤い原田ですね。なんか原田が名前みたいだよね。なぜ僕が赤い原田になってしまったかというと、先日親父が新しいつなぎを注文するからお前のも頼んでやるよっていうことで注文させてもらった。で、色がものすごい種類あったんでどうしようかなって思って、その時はこれが良さそうな赤に見えた。したらちょっと赤すぎたっていう。まあ難しいっすよね、通販だから。で、ついでにサイズのことも言うと、親父は XL で、僕親父より背低いんで L っていう自然な流れでね、こう注文したんですよ。したらちょっとちっちゃい。まあ何が言いたいかというと、皆さんも第二の赤い原田にならないように、通販で着るものを注文するときは注意してくださいって話。まあ返品できたんですけどね。さて本日の原田、いや赤い原田の作業はと言いますと、見ての通りです。掃除です。今ある程度草とか土を取っ払ったら石垣がだいぶ見えてきましたけど、結構荒れてますよね。3年前に親父は綺麗にしたらしいんだけど、もう見る影もない。てかそもそも見てないから見る影もないもない、わからない。とりあえず今ひどく荒れてますっていうことだけはわかるよ。もうわさわさしてんの全部取っ払ってほしいということで、木とかも全部切る。さすがにここを全部手動はきついんでチェーンソーっすね。もうチェーンソーでバッサバッサいくよ。てかまた赤い原田の話に戻りますけど、これ着てちょっとうろうろしてたんですね、近所。したらね、通りがかりのおばちゃんにね、いいね赤が似合ってっつって言われたんですよ。赤が似合うのは若いうちだけだからって。まあ80とかの人からしたら40代の僕はまだまだ若いってことになりますよね。てかそんな話がしたいわけじゃなくて、僕がこのおばちゃんとの会話で思ったのは、年齢で似合う色似合わない色があるってことがすげえなって。本当にそんな色ある？ただの固定観念じゃない？お店なんか行ってもね、若い人向けの服は明るい感じだし、年寄りの服はなんか年寄りっぽい感じになってますよね。でもそれと似合う似合わないはまた別の話ですよね。まあ何が言いたいかというと、今赤が似合ってると言われた僕が80のじいさんになって赤を着ても似合うということなんですよ。ただですね、この赤似合ってるか？実のところ結構やらかしたと思ってますからね。恥ずかしいし目立って、違う色の XL がいい。だいぶ話がそれちゃいましたね。なんだっけ。そう、掃除です。これを何というかわかんないんですよね、この作業。伐採、なんだろう、芝刈りじゃないもんね。掃除って言ってるだから。バッサバッサ切ってますけど、これ3年前綺麗にしたって言ってたから、また3年後こうなってるってことっすよね。すごいっすよね、本当に植物って成長めちゃめちゃ早いよな。それに比べて人の成長の遅さといったら、地球とか宇宙規模で考えたら人ってほんとちっぽけな存在っすよね。未だに戦争とかやってるし、戦争をやる暇があんだったらそこらのゴミ拾ったり草むしりしろって感じですけどね。その方がよっぽど人類や地球のためになると思うけどね。また話がそれちゃいました。作業作業、バッサバッサ、バッサバッサって言葉しか使ってない。でもバッサバッサって感じしない？バッサバッサでしょこれ。今わかりました、この作業の名前。掃除じゃない、バッサバッサだ。僕はこれからこの作業のことをバッサバッサと呼ぶことにします。本日のバッサバッサ終了。原田ハウス。こっちねようにな。
取れた？何ゲットした？お、魚。ちょっと大きい魚。ほら。キモいやつだ。キモいやつと大きい魚。ぬるぬるするやつ。なんかちっちゃい魚。もう一匹いたんだよ。いた。カニいたな。カニは投げちゃうんだ。カエルゲットした？お、見して。あ、でかい、割と。これ入れとこう。3個カエルだ。で、1個めっちゃでっけえ。かわいそうだけどね、力が。まあ、後で戻そうぜ。うん。帰ろう。原田ハウス。1週間前まで満開だった桜がすべて散ってしまった。季節はすぐに移り変わってしまう。おや、赤い不審者が現れました。こんなところで何をしているのでしょうか。どうやら彼はここらをバッサバッサしに来たようです。バッサバッサ。バッサバッサするのは気持ちがいい。植物たちには少し申し訳ないと思うけどね。だからごめんって空謝りしとく。ごめん。はい。今日も赤い原田バッサバッサやっております。続きですね、前回の。ただこの場所は崖みたいになってる上に下が川なんで作業がとてもしづらい。なんでできる範囲で手の届くところは全部きれいにしたいですよね。なんとなく葉っぱゾーン終了したんで今度は木のゾーン。だからチェーンソーを使いたいんですが、アクシデントが。全然エンジンがかからねえ。何十回やってもかかりません。諦めた。しょうがないから手動で行く。幸いあんまり太い木がないゾーンなんでノコギリで行けるっしょ。足場が悪いんで逆に手動の方が安全でよかったかもね。しかしこの木たち切るんと残しとくんどっちがいいんですかね。そこに生えてる木の根がぐいぐい伸びて石垣を押し出して崩したりすることがあるらしいんですよ。でも逆に根が張ることによって土がビシッと安定して石垣が崩れにくくなるなんてこともあるんじゃないですかね。どうなんだろう。まあよくわかんないけどうまくできないんでここ終了。次に赤い原田が向かったのは崖じゃない石垣の方。きれいにしたい場所はいくらでもある。でもキリがない。なんでざっくりとバッサバッサやっていくよ。しかもこんなただの赤い原田がバッサバッサやってるところをひたすら見せせられて何が面白いんだよっていう人もねいるよね、きっとね。だからね、ハイパー早送りでここからお届けします。見る側の配慮も忘れない赤い原田です。まあでも見る側目線も何も嫌だったら早送りでも見たくないですよね。飛ばすかスキップ。僕ならそうするからね。じゃあ何をもってこの早送りなのかと言いますと、原田が飽きちゃってんだよな。作業も映像も両方飽きてる。でもせっかく撮影したんだからできるだけ見せたいし使いたいっていう思いなんですけど、長すぎ、だる、飽きちゃう、早送りだっていう流れなんですね。正直に言っちゃうとね。
でもう一つついでに正直に言うと、ここまで動画見てる人最後まで行くでしょ。だから早送りにすんの遅すぎるし、このお話すんのも遅すぎっていう。そして赤い原田の体力は限界に達する。作業は中途半端なところで終了。それではまた次回。